クは全部片付いたよ。他に手伝えることはある？ドクターのスケジュール管理とか、決算書の作成とか。嘘。私には任せられない？どうして？そういう仕事だってお手の物なんだけど。見えちゃってるよ、ドクター。後ろに何を隠してるの？もしかして、炭酸飲料？歯に悪いから飲みすぎはダメだよ。とりあえず、この缶は預かっておくね。さっき廊下でサルッツォ酒造の大物を見かけたんだ。チャンスがあれば、一回お食事にでも誘って、あわよくばビジネスの話でもできれば最高なんだけどな。全然怖くないよ。私もあの人も家族のために頑張ってる者同士だもん。話してみれば、きっと、こっちの考えも分かってくれるよ。物事は長引かせるとどんどん変わってくから、また後でってのはあんまり好きじゃないんだ。解決できることは今すぐ解決しちゃうのが一番でしょ？で、ドクター？ 30 分前に切ってあげたフルーツが手つかずなのはどうして？まだリモート会議中？じゃあ相手に待ってもらって、今すぐ食べちゃおうか。私の心配はいいよ。どんな問題も考えがまとまってから解決を目指すべきってわけじゃないし、今日を乗り切ったら明日解決策が見つかるってこともあるからね。また明日が来るんなら、まだ終わりじゃないってことでしょ？パオラおばさんに不幸があったばかりの頃は、毎日自分にそう言い聞かせてたんだ。パオラおばさんがどうしてオーケストラを立ち上げようと思ったのか、今なら少しわかる気がするんだ。もちろん、出身とか血筋で家族の絆をつなぐことはできるけどさ。でも、そういうのがなくたって、支え合ったり、同じ夢を追いかけたりする人たちだって、家族になれるんだよ。おばさんにも、そんな家族を見せてあげたかったな。オケのみんなからは、おせっかい焼きって思われちゃうこともあるけど、仕方ないよね。だって私、大切な人たちを横目で見るだけで放っておくなんてできないんだもん。適度な距離感については、まだハイビスさんから教わってるところだよ。だから、もしドクターが鬱陶しいって思ったら、ちゃんと教えてね。私、前まではパオラおばさんのお手伝いで家のことをやってただけなんだ。お使いにスケジュール調整、家計の整理とかね。だけどいつの間にか、そのお手伝いがオケ全体にまで広がって、覚えなきゃいけないみんなの習慣もどんどん増えちゃったの。たとえあと100個ドクターの習慣を覚えることになっても、へっちゃらだけどね。ドクター、あなたの故郷ってどこ？最初からずっとロドスのドクターだったの？私ね、時々自分が何者なのかよくわからなくなるの。シラクーザ人なのか、それともシラクーザのリターニア人なのか。私が本当に帰るべき場所は、一体どこなのかな？答えは出ないけど、今のところは、ロドスのリプレイスでいさせてね。ドクター？ドクター？ドクター？あれ？ここはコンサートホールと違って、声が反響しちゃうね。あなたが、オーケストラの新しい提携先の責任者かな？さすがお目が高い。うちはただのリターニア人のオーケストラじゃないからね。おっと、自己紹介がまだだった。私は、オケのマネージャー。ここでのコードネームは、リプレイザだよ。一人一人の持ち味をそれぞれベストな形で引き出す。一筋縄じゃいかないことだよね。ねえ、ドクター。今なら、ロドスでオーケストラを立ち上げる申請を出してもいいかな？この期待にしっかり応えたいから、アカデミーへの進学費をサポートしてもらえないかな？マネジメントをもっと深く学びたいんだ。何を担当すればいい？遠慮なく言ってね。またこんなに大勢連れて交渉に行くの？まあ、もう結構経験積んできたし、大丈夫だけど。待って、出発前にもう一回段取りを確認させてね。
よし、行こう。向こうは交渉に来たって感じに見えないよ。見る目あるね。問題ないよ。なんてことないよ。すぐ慣れると思う。一気に片付けちゃおう。こっちはプロなんだから。始めたからには、途中でやめる理由なんてないよ。この炎こそ、私の折れない心そのものだよ。ドクターって、やっぱりすごいね。私にもコツを教えて。次は私も、こんな風にみんなを引っ張っていけるようになりたいから。さすが私。どの采配もバッチリハマったね。お疲れ様。私。最後まで持ちこたえたんだから上出来だよ。大丈夫。次はもっとうまくやってみせるから。ドクターも、私のペースについてきてね。負けなんて認めない。私がみんなを連れて、このピンチを乗り切ってみせるから。でもその前に、負傷状況を確認させて。みんな、大丈夫？了解。まずはここがどうやって動いてるか見てみるね。もう、ドクターったら真面目に仕事しててよ。私だって暇じゃないんだから。私もなかなかやるでしょ？もっと褒めてよ。アークナイツ。今日のスケジュールならもう全部調整済みだよ。ドクター、どこから手をつける？お誕生日おめでとう、ドクター。いつも周りの心配ばっかりなんだから、今日はもう頭を空っぽにして、全部私に任せてね。まずは、私たちのコンサートに来てもらって、その後には、超豪華なシラクーザ式のフルコースディナーが、って、ドクター？ストップストップ！わざわざ清掃に着替えなくていいから。ドクターと知り合ってもうこんなに経ったの？この一年、本当に色々あったよね。今振り返っても、ちょっと夢を見てる気分。でも大丈夫。もう前を向くことにはすっかり慣れてるから。それに、隣に誰が立ってくれてるかもよーくわかってるし。そう思うと、未来だって怖いものなしだよ。明けましておめでとう、ドクター。パオラおばさんと暮らしてた頃は、新年の始まりには何か縁起のいいことをしなさいってよく言われてたの。それで考えたんだけど、まずはお祝いの言葉から始めようと思って。これから1年かけて、ゆっくり幸運を集めていけばいいんだし、焦らず、のんびり行こうね。